この絵を見て何か違和感を感じませんか？一見すると特に意味のない絵に見えますが、実はある出来事への伏線になっている可能性が浮上してきました。今回の動画では先日公開されたセーフヘイブンの楽曲を調査していく中で、曲と壁画の間に関連性があることに気づきました。そこでその関係性について詳しく考察していきます。なぜこの楽曲には映像がなく音楽のみなのか、この壁画が意味しているものとは何なのか、この動画を見ればそれらの謎が明らかになります。セーフヘイブン、この曲はみんな大好きピアノザウルスやヤーナビーなどの曲を手掛けたブラックグリフォンとベーシックが作ったダークな雰囲気が特徴の曲です。ミュージックビデオは概要欄に載せるので、まだ聞いていない方はぜひ聞いてみてください。このタイトルはチャプター4の題名にもなっていることから、ゲーム内において非常に重要な場所であることがわかります。ゲーム内ではドーイをはじめとする孤児たちがプロトタイプやソーヤー博士から身を守るための安全な避難場所として描かれています。この曲は2つのパートに分かれており、どちらもドーイの視点で物語が展開されます。A パートでは主に主人公が訪れる以前、ドーイがプロトタイプからみんなを守る決意を固めた場面が描かれています。続く B パートは博士を倒した後、ドーイの中にいるケビンが暴走する直前の心情を歌っているものと考えられますが、果たして本当にそうなのでしょうか。 A パート、これはドーイたちがセーフヘイブンを見つけ身を隠している場面です。かつて襲撃された経験があるため、敵に怯えながらもようやく見つけた安全な避難所セーフヘイブンと仲間たちを守り抜こうというドーイの強い決意が伝わってきます。ではこの場面は一体いつ頃の出来事なのでしょうか。この歌詞を紐解くには壁画の謎を解かないと説明が難しいので、先に壁画について触れていきます。この歌詞は壁画の時期よりも後である可能性があります。つまりドーイたちがセーフヘイブンにたどり着いた時期が非常に重要なんです。セーフヘイブン誕生、まずはそもそもセーフヘイブンがいつ完成したのかを考えてみましょう。セーフヘイブンはもともと監獄の警備員たちのために建設された施設でした。つまり外部の敵勢力からの襲撃に備えた防衛に特化した砦として機能するよう設計されています。1995年8月の喜びの時間に登場する監視員とソーヤー博士の VHS から判断すると、この時点ですでに監獄施設は完成していたと推測できます。次に冒頭で紹介した壁画について確認していきましょう。この壁画は間違いなくドーイたちがセーフヘイブンに避難した後に孤児たち自身によって描かれたものでしょう。つまりこの壁画はセーフヘイブンにおける孤児たちの歴史を記した絵と言えます。これらの出来事が同時期に起こったとは考えにくいため、壁画の描かれた順番にも注目する必要があります。キャットナップの赤い煙の絵、たくさんの食べ物がある絵、何かの争いの場面の絵、ポピーが消された絵、ドーイが守っている絵、クリッターズたちが並んでる絵、助けて、最初に描かれたストーリーは私たちを助けてと記されたこの絵ではないかと推察されます。ここで注目したいのはこの2人がベストフレンドとして表現されている点です。このことでドッグデイとキャットナップだとわかります。したがってこの絵にはスマイリングクリッターズのメンバーであるベアハグ、ホッピー、ピギー、チキン、ドッグデイ、キャットナップが描かれていることが確認できます。この場面は2人が生存していた喜びの時間技巧かつ主人公と会う以前であり、大人たちが不在で孤児たちが頼れる存在や道しるべを失い、不安の中で助けを求めている状況であると推測できます。またこの場面の場所はプレイケアです。ホッピーたちがプレイケアへ物資を運ぼうとエレベーターに積み込んでいる最中に敵に襲われたことが VHS の内容から分かっています。おそらく彼らはプレイケア下層にある監獄エリア付近で食料などの物資を調達してきた際にナイトメアクリッターズのいずれかに噛まれたのでしょう。さらにこの後ドーイが自らプレイケアに食料を届けていることからも、この時点ではまだ彼らがセーフヘイブンに移動していないことがわかります。喜びの時間の後に大人たちから解放された孤児たちでしたが、食料不足に悩まされていたことが伺えます。偵察レポート。それではドーイたちは一体いつセーフヘイブンへ移動したのでしょうか。その答えはある偵察レポートから読み取ることができます。ドーイを含む孤児たちは何らかの事情でプレイケアに居続けることが困難になり、安全な場所を求めて施設の下層にある監獄エリアまで移動してきました。しかしそこにも適したエリアは見つからず、孤児たちは生存の可能性がある唯一の場所を目指すことになります。資料によれば西側には死体があり、東側には警備室と柵があると記されています。ここで
資料に記載されているバラックと呼ばれる場所に注目してください。このエリアには専用の非常電源があることが示されています。監獄エリア内で唯一自家発電が可能な場所はセーフヘイブンであるため、このバラックこそ同意たちがようやくたどり着いた安息の地であり、後に主人公とポピーが訪れることになるセーフヘイブンそのものであると考えられます。またこの資料の日付は2004年12月15日となっています。主人公が工場を訪れるのが2005年なので、昨年のこの時点では孤児たちはまだセーフヘイブンにたどり着いていないことになります。この頃は喜びの時間からすでに約9年が経過しており、これ以上仲間を犠牲にできないという記述からも、当時の孤児たちは非常に少人数であったと考えられます。さらにこのレポートの裏面を見ると、この日にホッピーホップスコッチが亡くなったことも判明しています。この時点で孤児たちがどれほど残っていたかは不明ですが、少なくともポピーはこの頃彼らと一緒にはいませんでした。ポピーは10年間ケースの中に閉じ込められていたため、セーフヘイブンに来たのは主人公と訪れた時が初めてだったはずです。ポピーのシャワー室の先よ。そこからセーフヘイブンまでたどり着けると思うわ。という言葉は曖昧な記憶から出た発言だとしても、こんなひどいことになってたなんて。という表現からは、この場所の過去との比較というより、孤児たちの疲弊した姿を目の当たりにしたことへの驚きが感じられます。また下水路で盗み聞きした会話から、ここを跡形もなく消すことがみんなで決めたでしょというポピーの言葉は、以前から計画が存在していたことを示唆しています。このことから喜びの時間の直後、ポピーがプレイケアにおいて同意と爆破の計画を立てており、みんなに指示を出して指揮していた可能性があります。このことからポピーはみんなから当時は信頼を寄せられてたと推測できます。しかしポピーは突然姿を消しました。その際同意に、僕らはずっと君を探してたんだ。でもどこを探しても見つからなかった。ずっと。なんでいなくなったりしたんだい？聞かれてますが、なぜかあの時は行かなきゃならなかったの。それじゃわからないよ。素直にケースの中に10年間閉じ込められてたといえば、同意にも分かってもらえたと思います。これはケースに入ってた個体は別にいて、裏でポピーが何かしら仲間にも言えないことを行っていたと暗示させます。敵を欺くなら味方からとも言いますし、この工場は至る所に監視カメラや盗聴器が仕掛けられているので、迂闊な会話はできないでしょう。壁画にはキシーも描かれていることから、キシーはセーフヘイブンの場所を知っていてポピーを案内したと考えたら自然です。次に彼らに関する情報が判明するのは、翌年である2005年1月10日の偵察レポートからです。この時期のレポートを見ると、孤児たちの動向と現状がわかります。偵察レポートの日付は2005年1月10日であり、ここから彼らが雲型のあいつを警戒し、偵察を行っていたことが判明します。このことから、雲のようなあいつは、マミーやキャットナップが生存している時点で、雲のような姿をしていたことが示唆されており、近づく際、ひっかいたり、きしむような音を出していることからも、マミーを回収した時に静かに近づいたプロトタイプとは別の個体であることも考えられます。B パート。こちらはゲーム内でも登場したシーンが描かれていると考えられますが、本当にそうなのでしょうか。実は、このパートを考察する上で重要なポイントが壁画に隠されていました。こちらの祭壇のある部屋の壁画です。壁画は一見すると一つの巨大な絵のように見えますが、よく観察すると赤枠と青枠という明確な違いがあり、描かれている場面がそれぞれ異なっていることが推察できます。この赤枠と青枠の違いは、それぞれ別々の時系列の出来事を表していると考えられます。君のおかげで誇らしいよ。あいつを倒したな。この歌詞は主人公を指していて、あいつとはソーヤー博士のことだとプレイヤーに誤解させるためのミスリードでした。ここでの君とはドッグデイであり、中心にいるキャラこそがチャプター3で主人公と出会った個体です。この頃は下半身も存在してます。戦い以上のことから、この壁画は同意たち孤児とプロトタイプ陣営との戦いを描いたものと考えられます。具体的にはプロトタイプとソーヤー博士の支配から逃れるために地下へと逃げ込んだ孤児たちが、やがて迎えることになった戦闘の場面を表している可能性が高いです。そもそも彼らが地下に来た理由は、プレイケアでの生活が困難になったためであり、これが彼らが地下へ避難する決定的な理由だったのでしょう。戦いが行われた場所は壁画に描かれた塔のあるエリアだと推測できます。左側の場面では孤児側のキャラクターが40人倒れたことが記録されています。この数は正の字タリーマークによってカウントされています。もう
みんなを救えない。これは祭壇に置かれた孤児たちは死んでしまってもう帰ってこないことを表しているのではないでしょうか。興味深いことに左側で倒れているはずのベアハグが右側では再び登場しています。これは同一個体ではなく別の個体である可能性があります。また壁画に描かれた巨大な手を持つ姿が巨大化したおもちゃを表しており、棒人間のような絵は小型のミニクリッターズを示しているのは、孤児にとって大きくて目立つものは大きく描くのが自然であると考えられるためです。つまり左側は巨大化したおもちゃが中心であったため、孤児側も比較的優位な状況でしたが、右側は主にミニクリッターズが中心となったため劣勢に追い込まれたと考察できます。これらの情報を踏まえ、先ほどの偵察レポートで記録されていたホッピーの死を考慮すると、壁画の左側の場面は比較的初期の戦いを、右側は後期の戦況を描いていると推察できます。つまりこの右側の描写はセーフヘイブンへ到達する直前に起こった出来事であると考えるのが妥当でしょう。あいつを倒した。歌詞に登場するあいつとは、この壁画の中で塗りつぶされているボクシーブーンのことを指しています。壁画の中でボクシーにだけ矢印が向けられ、こいつは最低と明確に書かれていることからもそれが読み取れます。また公式 YouTube の動画からもボクシーブーがソーヤー博士の手によって生み出された作品であることが明らかになっています。壁画上で明確に非難されていること、また塗りつぶされていることから、孤児たちにとって敵対的な存在であった可能性が高いでしょう。さらにゲーム本編でボクシーが一度も登場していないのは、この壁画で示唆されるように過去の戦いで倒されたからだと考えられます。矢印によって示されているこいつは最低という表現からも、味方を裏切ったり敵側に立ったりした可能性も考えられます。ボクシーの姿が最後に確認されたのは1995年の喜びの時間です。それ以降のチャプター4でも博士のペットとして再登場しなかったことからも、その時点ではすでに存在していなかった可能性が高いと推測されます。つまり壁画に描かれたあいつを倒した存在こそドッグデイであり、ボクシーがチャプター内で一度も登場しなかった理由もすでに倒されていたからだと考えるのが自然です。裏切り者は、続いて歌詞にあるお前は僕らを騙した、プロトタイプに味方したというフレーズについて考えてみましょう。実はこの歌詞に登場するお前とはボクシーブーではなく、壁画などの描写からキャットナップを指している可能性が高いと思われます。壁画を見ればわかるように、キャットナップはもともと孤児たちの仲間であり、最初から敵対的な存在ではありませんでした。実際に喜びの時間の時点ではおもちゃたちを召集する役割を担い、騎士とも交流がありました。プロトタイプを崇拝していた彼は当然この戦い以降プロトタイプ側に立ちました。ドッグデイもプロトタイプに忠実と言われていましたが、クリッターズの仲間たちを守るためにリーダーとして立てついた結果、プロトタイプの逆鱗に触れ、キャットナップにドッグデイを始末することを命令したと推測されます。一方でプロトタイプ側はドッグデイをすでに始末したと考えていたため、プロトタイプが扮するオーリーが口にしたキャットナップの住処だ。スマイリングクリッターズのメンバーさ。今はあいつ一人。という発言にもつながります。もしこの出来事が2005年の時点のものであれば、ドッグデイがあのような状態になってもまだ息があったことにも説明がつきます。孤児たちにとっては仲間であり英雄でもあったドッグデイを拉致攻撃したという事実そのものが大きな裏切り行為として映ったはずです。またキャットナップが監獄よりも比較的環境の良いプレイケアで過ごしていたことも、孤児たちから反感や憎悪を買った一因になっている可能性があります。公開させてやる。誰に対して？必ず公開させてやる。この場所を見つけたことを、僕らの安息の地を、これまでの流れから考えると、この歌詞にあるこの場所を見つけたことへの怒りの対象は主人公やポピーではなく、むしろ本来の敵であるプロトタイプやソーヤー博士たちを指していると考えるのが妥当でしょう。ゲーム内においてポピーが明確に同意を裏切ったという描写はありませんし、主人公との関係性も比較的浅いため、同意がここまで強烈な怒りをぶつける対象としてはやや不自然です。同意の決意。 VHS からもわかるように、同意は一時期逃げようと考えてました。監獄から出た時見た光景で立ち止まり、その時のことを思い出して仲間を守ることを決めました。同意が見たものは何だったのでしょうか。同意視点で確認しましたが、チャプター4では多分登場してなかったと思います。なのでここからは想像ですが、同意が見たもの、それはかつての戦場であり、折れた鉄塔があった、みんなを引っ張るリーダードッグデイの姿を思い出し、
自分を奮い立たせ現在につながったと考えたら VHS の言葉も辻褄が合います。優先順位をつけるかのように祭壇の一番上に一人だけいます。これはもしやドッグデイの被験体となった孤児ではないでしょうか。このように1年以上前の伏線をこの壁画で回収していたと考えると、今現在謎であるものがチャプター5で回収される可能性は十分考えられます。またこの曲にあえて映像が存在しない理由は、まさにこの場面を映像化した場合ドッグデイの存在が明確になり、視聴者が重要な伏線に感づいてしまうことを避けるためではないかとも考察できます。ちなみにブラックグリフォンとベーシックはバンバンの曲も作ってますが、こちらには映像があるため、このことからも何らかの意図があって映像を出せなかったと推測できます。考察が参考になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。